北海道大学理学研究員の佐々木義則です。海洋物理学をやっています。黒潮やメキシコ湾流の海流が日本沿岸なアメリカの沿岸などの海面水位にどのような影響を与えるかということについて興味を持って研究をしています。沿岸の海面水位が変動すると、そこに住む人々や生態系に大きな影響を与えることから、海面水位の上昇というものは非常に重要なトピックになっています。20世紀での観測では、地球全体で平均したときに1年間に約 1.5 ミリから2ミリメートル上昇しているというふうに考えられています。で、21世紀に入ってからは、だいたい1年あたりに3ミリメートルのペースで上昇しています。特にアメリカの沿岸とかはもともと低いところにたくさん人が住んでいるっていうところがあって、そういうところは、これから上昇したり、あるいは高潮とかが実際に起きて、それから移住をしなきゃいけないとか、あるいは堤防高を考えなきゃいけないということが実際に起こっています。世界中どこでも起きる現象ですが、その上昇のペースは領域によって大きな差が起きるというふうに考えられています。多くの場合は黒潮やメキシコ湾流の海流が存在するということが影響して場所によって差が生じるというふうに考えられています。それは地溝流という物理の関係で、海流が流れる方向に対して北半球では右側が高くて左側が低いという海面の関係が生じます。なので海洋循環が変動すると、この高くなっている場所と低くなっている場所が移動するので、それによって水位も変動するということが起こります。私は主に海洋モデルと言われるプログラミングを行って、海洋の状態というのをコンピューターの中でシミュレーションして、それによって海洋の海面水位がどのように変わってきたかや、あるいはそのメカニズムが何であるかということについて研究を行っています。日本沿岸の水位というのは20世紀にかけてずっと上昇しているわけではなくて、1950年頃に一度ピークがあって、その後下降したということがこれまで知られていました。で、我々の研究でこの1950年頃のピークというのは、特にアリューシャン低気圧と呼ばれる低気圧の風の変動によって海洋循環が変動して、それによって高かったということが分かりました。例えば台風っていうのは低気圧なので気圧が低い。で、気圧が低いことによって海面が持ち上げられるという吸い上げ現象というのが起こります。将来に向けて、例えば台風や温帯低気圧の勢力が変わる、より具体的に言うと強くなるということが言われています。なので、将来どう強くなるかということを正確に把握するということも必要になります。海面が上昇しているということは知ってたんですけども、実際に潮位計のデータとかを集めてきて見たときに、やっぱりこんなに上昇してるんだというのはやってみて一つ驚きました。今まで誰も知らなかった現象を見つけることや、今まで誰も説明できなかった現象を、自分でメカニズムを考えて、説明するというのが醍醐味です。普段はパソコンの前に座ったりして研究することが多いので、パソコンから離れて、そこら辺を歩くといいますか、散歩するというのが一番気分転換です。一つ目は私の自然を知りたいと言いますか、知的な好奇心を満たしたいということと、もう一つは人の役に立ちたいという部分もありますので、それが両立できるような研究を目指したいということです。これが気候変動という分野はまだまだわからないということがたくさん残されています。で、特に若い人には、これはどうしてこういう仕組みになっているんだろうという疑問を持ち続けて、それを解明するということを目指してこの分野に来ていただけたらいいなというふうに思います。